おはようございます。中国を鉄道で旅するのもこれで10日目となりました。僕は今ですね、チベット仏教で、最もでかい寺と言われるデプン寺ってところに来てます。ラサから車で30分もしないところにあるんですけど、確かにすごいでかいお寺ですね。1416年に建てられたそうで、600年前からあるお寺だそうです。これから登ってきますけど、この奥にずっと寺が続いているそうで、これ何かというと、僧侶が住むための場所だったそうですね。今でも600人ぐらい僧侶が住んでるらしいですけれども、以前はなんか1万5000人ぐらいの僧侶がここで修行していて、一時はなんか世界で最大の宗教施設だったこともあるみたいです。ただまあ文革の後はなんかちょっと廃れてしまって、今600人ぐらいまでしかいなくなってしまったらしいですね。今気温はですね0度です。秋って結構慣れましたね。むしろ0度で日差しがこんぐらいだとむしろちょっと汗ばむぐらいの感じになってきました。ただ高度は少し慣れませんね。少し歩いただけで少し息が弾みます。でも高山病はもうすっかり治って頭痛いのとかは全然ないですね。いや本当平地だとありえないな。こんだけ坂登っただけで息がちょっと苦しいです。高地トレーニングってやっぱすごい効くんでしょうね。昨日寝てる時にですね、すごい脈が速くなってることに気づきまして、酸素マスクやっぱりしながら寝たら快適に寝れました。いやそういう意味でもやっぱ高知あんま舐めちゃいけないですね。こんな感じでいろいろ続きそうですね。すごそうだな。特徴的なことに犬が多いですね。この寺院は万里の長城は猫が多かったですけどね。なぜかわからないですけど、ここは犬が多いです。チベットはもともとなんか犬を結構飼ってたり、昔は犬と一緒になんか生活をしてたりしたそうで、まあその名残なのかもしれないですけど、犬が多いですね。こういう小さい黄色い家がいっぱいあるんですけど、こういうふうにいろんなものが祀ってありますね。ここに来てる人たちは僕たちみたいな観光客もすごい多いですけど、まあ、やっぱラサから近いですからね。でもやっぱりチベット族の人たちもすごい多いですね。みんなこれをカラ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 回してますね。中にはいわゆるマントラ、経典が紙でちゃんと入ってまして、一回回せば経典を読んだことになるっていう。まあ日本のお寺にもこういうのありますね。ちょっと見た目が全然違いますけれども。すごいなんかモンゴルっぽいな、あの人は。
ある程度チベット仏教モンゴルの影響も受けております。これは1416年創建のお寺だそうですけれども、いわゆるゲルク派のお寺ですね。チベット仏教ってゲルク派が最大派閥ですけれども、やっぱり仏教っていうとなんかすごいおとなしいイメージがあるかもしれないですけども、チベット仏教の歴史ってなんかちょっと勉強してみると、なんか中世のヨーロッパの宗教戦争みたいにもう血で血を争うなんか歴史がずっと続くんですよね。そんな中で今はゲルク派が最大派閥ですけれども、このお寺ができた後もですね、いわゆるチベットはモンゴル帝国に組み込まれることになります。モンゴルに支配を受けるので、そういった中で、いわゆる元ですね、元となる、モンゴルの、勢力から、本当息が上がりますね。やっぱ高知ってすごいな。モンゴルの勢力から、宗派として、権威をもらって、それで宗派として勢力を高めていくのがこのゲルク派だったりします。おお、すごい。すごいですね。これが全部総員で、今でも600人ぐらいの文句が暮らしているらしいですけれども、これもだいぶ文革の時に破壊されちゃったそうなんですよね。こんだけ残ってるし、だいぶ復権した後らしいですけども、あそこの上の方になんか白い建物が見えると思うんですけど、あれはなんか僧侶が、山の上まで登って修行するために作られた家だそうです。家っていうか小屋みたいな感じでしょうけど、ああいう山の高いところに登って瞑想するってことですね。チベット仏教の、僧侶たちはできるだけ若い時にこういうお寺に入って外界と関係を立ったまま修行するそうです。確かにこういう鉱山で修行してたら世俗とは関わらないですね。すごい。70% の建物が昔のままだって言ってますね。そっか、そんなに残ってるんですね。向こうがチベットの市街ですね。意外とこうやって見ると近いです。でこれからお寺の中入ってきますけど、旗なんで黒いんだろうと思ったんですよね。なんかヤクのあそこにありますけど、ヤクの毛で作られているそうです。ヤクは毛まで無駄にしないってことですね。徹底してます。ここは昔ガンテンボタンだったそうです。ガンテンボタンっていうのは政治とか宗教の中心って意味ですけど、ダライ・ラマ14世がポタラ中に移る前はここがその全ての中心だったみたいですね。14世もそうですけれども、何代かにわたって何代かのダライ・ラマはこの中で、生活してたそうです。でこっちの方とかも結構これ住居なんだそうですね。
眼点ボタンの裏側です。綺麗だな。結構ずっと続いてますね。一つの小さな町ですね。これでだいぶ破壊されちゃったっていう割には結構大規模だなと思います。これがこの寺院の最大のメインホールだそうです。何でも1000人以上の文句が集まっていろんな行事をするそうですね。これからこの中に入っていきます。面白いのがここ2つのいわゆるプレイポールが立ってるんですけど、これはヒンドゥー教の影響だそうです。確かにヒンドゥーの遺産ってこういうなんかタワーを銅とか鉄とかで建てるの多いですよね。これ全部ヤックのスキンだそうですね。尻尾の部分が上の方に行くといっぱいあるらしいですけど、あとこのプレイフラッグ、これ毎年1回新年に取り替えるそうです。やっぱヒンドゥー教の影響も結構強いんですね。まあ強いってことじゃないかもしれないですけど、それなりに受けているそうです。大ホールの中は素晴らしかったですね。各世代のダライラマの像とかが置いてありました。でなんかちょこちょこよく見るとこういうなんか今はもう廃墟になっちゃって使われてなさそうなやつとかも割とあります。やっぱり昔1万5000人とか住んでたのに今600人しか住んでないとか、もう使わないものとかそれは当然出てきますよね。というわけでデプンジア、もうほぼほぼ見終わったので、次はもう一つの有名なお寺に向かおうと思います。次は僕はセラジっていうところに来てます。セラジはさっき言ってたお寺の3年後に建てられたんで1419年とかの創建だと思います。ここ2番目にでかい、お寺ですね。立派なストゥーパーがあります。インドの影響を強く受けた形をしているストゥーパーですね。ここが有名なのは2つありまして、1つは、ディベートですね。仏法の論争をするのを、見ることができたりするんですけど、残念ながら今日はやってないみたいですしょうがない、それはまあ見れないのは残念ですね。あともう一つ有名なのがいわゆるあそこの上の方で彫塑をします。遺体を置いて鳥に食べさせる彫塑ですね。彫塑の文化はまだこちらの方では残っています。でも彫塑って結構名誉なある死に方というか葬儀の、手法になっているので、今はなんかまあ高僧とかそういう一部の限られた人にしか
しないようになってるみたいです。あと面白いのはなんかですね、殺されたりとか交通事故とかなんか人為的な死に方した人は調査されないんだそうです。なんかナチュラルな死に方した人じゃないと調査はしてはいけないっていう、考えがあるらしいです。でも確かにこのお寺も古いですね。600年ぐらい前の建物がまだずっとこうやって残ってます。あとそうもう一つ有名なのが子供の安全を守るみたいなのがあって、子供の鼻のここに黒い墨を塗るんですよね。そうするとその子供は守られるみたいな、そういう、おまじないみたいなのがすごい有名だそうです。これがメインホールみたいですけど、静かでなんか荘厳ですね。ペット文字が書かれまくってるすごいでっかいポットがありますけど、ブロンズ製のポットが、これで料理作ってたそうです。だから鍋とかを作ってこうやってぐるぐる回してたと、訓練の一環ってことですけど、いっぱい並んでるの見るとやっぱりここにはお坊さんがいっぱいいたのがよくわかりますね。ここがこのセラジのメインホールなんですけれども、中はちょっと写真撮影禁止になってたんで撮りませんでしたが、すごい感動しました。ここまでは撮っていいらしいのでちょっと撮りますけど、こういう宗教絵画がもう永遠とずっと中に書いてあるんですけど、なんかですね、ほぼ全て日本に伝わってるものと同じですね。そういう意味じゃすごい感動です。これ1419年に建った建物のはずなのに、宗教絵画は日本にあるものとほとんど変わらない内容なんですよね。そう考えるとちゃんとここで根付いた仏教が日本までちゃんとかなり正確に伝わってるんだなってことがよく分かって、めちゃくちゃ面白かったです。ちなみにここは皆さんご体統治されてますね。信仰の対象の場所でみんなマントラ唱えながらずっとご体統治をしています。ここはセラジはさっきのお寺とちょっと違った趣があるそうで、ここはなんか昔はですね、今もそうかもしれないですけれども、留学生が集まる場所だったみたいです。だから学問の中心の場所でもあるみたいですね。モンゴルとか中国とか、歴代王朝から中国から派遣されてここに来たり、インドとかネパールとかブータンとかからここに来て、みんなチベット仏教を学んでそれから帰っていくみたいな感じで、朝鮮とかあと日本からもここに留学生が来て、この寺の中で修行して帰ったりしたそうですね。あとはなんか今はもうそんなことないですけど、昔はなんか医療がすごい発達している場所だったらしくて、そのチベットの医療を学んで、仏教とチベットの医療を学んでみんな帰っていったらしいですね。今はさすがに医療はちょっと違くて、みんな留学してここに単純にって言ったら失礼ですけど、仏教を学びに来るみたいですけど、なんかこの寺の役割はそういう感じみたいです。いやでも本当中は結構感動しますね。日本と同じような宗教絵画がいっぱいあります。あとすごい特徴的なのが、モンゴルにチベットが支配された時の絵とかがありますね。フビライの一族の皇帝の一族と時のチベットの指導者がなんか対等に話し合っている絵とかも書いてありました。モンゴルは世界中を支配しましたけれども、チベットに関しては支配はしてないんですよね。かなり対等な形で同盟関係を結んで、チベット仏教もめちゃくちゃ
モンゴルの皇帝から支持されて、モンゴル帝国自体はかなりチベット仏教を保護した形となります。もうちょっと歩きます。セラジはもうこんなもんですね。いや、すごい綺麗なところにあるお寺でした。見に来ることができてよかったです。チベットには三大寺って呼ばれる、3つの大きなお寺があるんですけれども、もう一つはですね、ちょっと遠いところにあるので、今回のツアーには、入ってませんでした。というわけで、これで、有力なお寺2つ見終わったって形になりますね。この後ツアーの人たちとご飯食べて解散っていう形になります。はい、というわけで、ありがとうございました。失礼します。